こんにちは。今日は綿の糸を使って大きなトートバッグを作っていきます。作り方は基本的な作り方で、まず楕円形の底を作って、その周りを簡単な模様編みで編んでいきます。最後にストラップを作ります。それを分かりやすく簡単に説明します。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で40メートル、使用かぎ針の目安は8号。これを8号で編んでいきます。で、この糸はこんな感じで綿 100% で少しガサガサとしています。で、太さは2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはとじ針とマーカーを使います。まず底を作っていきます。鎖を編んで細編みで6周します。この鎖は20センチぐらい、6周編んで29センチぐらい。鎖の数は14、19、24、29、34、39、44、49。このどれかにします。作りたい底の鎖を編んで好きな数に当てはめます。私は29で編んでいきます。鎖編みをします。この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。これからこの周りを細編みしていきます。楕円形の形にしたいので、端の鎖に細編み3つ、こっちにも3つで楕円形の形にします。こっちで見るとこれが鎖、これが端の鎖、ここに細編み3つ、こっちも3つで楕円形にします。スタートするのはここと編んで、最後にもう一つで端に3つの楕円形にします。ここからスタートします。細編みをするので鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。この底を編む時には裏に針を入れて細編みをしていく方がきれいに出来上がります。同じところに細編みをもう一つ。で、一つ目にマーカーをつけておきます。これで一つに
細編み2つ、次から1つに1つずつ、最後には細編み3つ、ここまで編んでいきます。反対側まで編んできました。端の鎖に細編み3つ、この鎖に細編み3つ編んでいきます。まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときに、この短い糸端を向こうに寄せておきます。この長い糸の下を通って向こう側で、このまま2つ目の細編み、これが2つ目、次は3つ目。今度はこの短い糸端を手前に持ってきます。こうすると糸端の処理が簡単なのと、結び目が横に倒れるのできれいに出来上がります。次から1つずつ、まずこの3つ入れた隣、この糸端は編みくるんでいきます。次もこのまま1つに1つずつ、ここぐらいまで編んでいきます。端まで来ました。マーカーをつけた最初の細編みを見てみます。これが最初の細編み。最初の細編みが入っているところが端の鎖、ここになります。なのでここに細編みをもう一つ、ここは端ではないので普通の細編み、このマーカーのついている細編みの入っているところ、ここに最後の細編み一つ、これで端の鎖に細編み3つ、こっちも3つ編んだので楕円形になりました。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。今引き抜いた糸にマーカーをつけます。これが最後の細編み。最初の細編みに針を入れて、糸を出してここで引き抜きます。この引き抜いた糸にマーカーをつけます。次の周を編んだ時にこれがあると分かりやすくて便利だと思います。次は2周目。2周目は3つ編んだそれぞれに細編み2つ、次も2つで、こっちも2つ2つ2つ、ここからスタートして最後の細編みに細編み2つと編んでいきます。ここからスタートします。鎖1つ編んで根元に細編み2つ、
これが1つ目。もう一つ同じところ。次はここ、また2つ。カーブができました。次からは一つに一つずつ。この間はずっと一つに一つずつ。で、このまま一つに一つずつ。で、ここではこの細編み3つに細編み2つずつ、こんな感じになるように編んでいきます。次からは1つずつで、ここまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。このマーカーのついている手前が最後の細編み。ここに細編み2つ。まず1つ目。1、2、これで1つに2つ。このマーカーは引き抜いた糸。細編みではないので編みません。最初の細編みに引き抜きます。これでこの端に細編み6個、こっちも6個になりました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。この糸、次は3周目。3周目を編む前に準備をしておきます。今細編み6個、3周目、4周目、5周目と編むときにはこの範囲で細編み3つ増やします。こっちもこの範囲で3つ。ここは1つに1つずつずっとまっすぐ編んでいきます。両端だけ丸くカーブになるように編んでいきます。そのために毎週3つ、次も3つと編んでいきます。で、このまっすぐとカーブの境目にマーカーをつけておきます。この位置、まっすぐでこっちがカーブ。細編みを3つ増やしていくので、ここにマーカーをつけていきます。さっきここに細編み4つ編みました。なので1つ目の細編みから1、2、3、4、ここがカーブの部分。4つの次にマーカーをつけます。ここからまっすぐが始まります。ここからまっすぐで、こちらも6個の外側、ここで6個を見ると2、4、6、ここがカーブに当たるところ。この手前で、このマーカーのところとマーカーのところからまっすぐ一つに一つ。
こちら側にもつけていきます。マーカーの次から数えて1、2、3、4、5、6、7。ここからまっすぐ。こっちは細編み2つ編みました。2つの手前。こっちでカーブ。ここはまっすぐ。このマーカーとマーカーの間はまっすぐと編んでいきます。次は3周目。3周目も細編みを3つ増やします。この細編み6個あるうちのどれか2つにしていきます。で、トータルで3つ増やしていきます。で、こっちはカーブがあって、こんな形で分かれているので、この範囲で2つ、こっちで1つ、トータルで3つ増やしていきます。まず、ここから細編み1つ増やしていきます。で、増やす位置はどこでも大丈夫です。例えばこの2つあるうちのどちらかを2つにして、もう1つは1つ。この2つあるうちのどちらかを2つにして1つ。この順番はどんな感じでも大丈夫です。2つ1つでもいいし、1つ2つでも大丈夫です。こっちも同じ。最初2つにしてもいいし、1つ2つにしても大丈夫です。これはバランスを見ながらきれいに整うように配置します。大体で大丈夫です。全部で3つ増えれば大丈夫です。まず3周目の1つ目、鎖1つ。私はここで2つにしようかと思います。1つ目の細編みのところを2つ、1、同じところに2、次は1つ、次はこの2つで1つ増やします。私はここを1つにしてこっちを2つにしようかと思います。どんな順番でも大丈夫です。次からはまっすぐ。このマーカーも含めてまっすぐ。このマーカーのところまで1つに1つで、その次から細編み3つ増やします。で、ぐるっと編んでここまで戻ってきます。3周目の終わりまで来ました。ここでも1つ増やします。どっちでもいいんですが、こっちを2つにします。この2つを3つにします。このマーカーをつけた手前の細編み、ここに2つあるのでどちらかを2つにします。次を2つにしようかと思います。1、同じところにもう1つ。これで3つ増えました。
1つ目の細編みに引き抜きます。この引き抜いた糸にまたマーカーをつけておきます。これで3周目ができました。次は4周目。3周目と同じです。ここには3つ、このどれかを2つにします。どれでも大丈夫です。私はここを2つにして1、1。こっちも2つにして1、1という感じで編んでいこうかと思っています。バランスを見ながらいい場所の細編みを2つにします。こっちも同じ。ここに細編み1つ増やします。ここを1つにして2つにしてもいいし、ここを2つにして1、1にしても大丈夫です。この範囲で細編み3つ増やします。このルールだけ守っていると楽に楕円形が出来上がります。鎖1つ、根元に細編み、次は2つ、なるべく綺麗なカーブができるように編んでいきます。このマーカーのところからは1つに1つずつ。このまま反対側まで編んでいって、ここまで1つに1つ。ここでは細編み増やします。ぐるっと編んで、ここは1つに1つ。この細編み3つはどれかを2つにします。で、トータルで3つ増やします。次の週も同じです。この範囲で細編み3つ。こっちもこの範囲で3つ。これを繰り返してしばらく編んでいきます。細編みで6周編んできました。長さは29センチ。この部分は9センチ。次は側面を編んでいきます。鎖を3つ。1、2、3。足元1つ飛ばして2つ目に長編み。鎖1つ。同じところに長編みでV を作ります。これで鎖3つと V。V は長編み1つ、鎖1つ、長編み。次は足元1つ飛ばして2つ目に長編み。隣にもう一つ長編み。
これで V の後に長編み2つ、次また V、 足元は1つ飛ばして2つ目 V を作ります。V は長編み、鎖1つ、長編みで V ができました。で V と V の間は長編み2つ、これを繰り返していきます。 V の次は長編み2つ、1、2、また V、 長編み、これで1周します。1周編んできました。これが最後の V、 足元1つ飛ばして2つ目に長編み、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。上が2本で下が1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これで模様がつながりました。次は2周目、また鎖3つ、1、2、3、2周目はこの V の中に針を入れて玉編みをしていきます。玉編みは未完成の長編み、絡めて三角の中、糸を出してきて2本から引き抜きます。これをもう1回、これで未完成の長編みが2つ、一度に引き抜いて、これが玉編み、鎖1つ、玉編みをもう1つ作ります。未完成の長編み、もう1つ、これで未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて、これで玉編み2つ、間には鎖1つ、これを作っていきます。長編みには長編み、普通の長編み、次また玉編み、絡めてこれを一度に引き抜いて玉編みが1つ、玉編みの次は鎖1つ、もう1つ玉編み、
これで玉編み、鎖1つ玉編み、この間には鎖1つ、次は鎖を編まないですぐ長編み、次もこれを繰り返してスタートしたところまで戻っていきます。2周目の終わりまで来ました。今玉編みを編んだところ、最後の長編みの上に長編み、最初の鎖の下から3つ目、これでつながりました。次はここと同じことをしていきます。鎖3つ、1、2、3、真ん中に V、長編み、鎖、同じところに長編み、これで鎖3つと V で、長編みの上に長編み、でまた V、で V、これを繰り返して一周します。その後はここと同じ V の中に玉編みで長編みで玉編み、玉編みと編んでいきます。これを繰り返してしばらく編んでいきます。好きなバッグの深さになるまでしばらく編んでいきます。そこから測って30センチ編んできました。段数は17段。最後は V の段で終わりにします。私はこれぐらいの深さにします。次はストラップを作っていきます。まずこの模様編みの上に細編みで一周します。まず鎖を1つ、根元に細編み、これが1つ目の細編み。次はこの V を作った長編みの上、次は鎖の下、次はこの長編みの上、
次はここ。また V。こことこことここ。これで一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次はストラップを作る位置にマーカーをつけます。付け方はまず底を見て、でおおよその脇の位置にマーカーをつけます。こっちも、それから数を数えて、こっちも数えて同じ数になるようにします。でその後にマーカー、これはだいたい私の場合は13センチ、細編みの数を数えると16で、ここは同じ長さ。私の場合は10.5 センチぐらい。細編みの数は14、ここが14、こっちも同じ14の長さは 10.5 ぐらい。こんな感覚でマーカーをつけました。こっちも同じ。次に糸の出ているところから続けて細編みをしていきます。細編みを編んで一つ目のマーカーのところまで、次に鎖を編んでいきます。まずこの脇につけたマーカーは外しておきます。で、糸の出ているところから細編みをしていきます。鎖一つ、根元に細編みで、後で分かりにくくなりそうだったらマーカー、このままこのマーカーの手前まで細編みをしていきます。ここからスタートして一つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次は鎖、ストラップの元になる鎖。鎖の長さは好みなんですが、私は46から50センチぐらいで編んでいきます。まず一つ目。一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。表でも裏でも大丈夫です。私は後で裏に針を入れて細編みをしていくので、裏につけました。次は2つ目。3つ目、4つ目、5つ目。好みの長さになるまで鎖を編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。このまま鎖を編んでいきます。で、鎖編みを48センチ編んできました。鎖の数は60個。私はこれぐらいの長さにします。最後の鎖にマーカーをつけます。ここも後で編んでいくと小さくなって見えにくくなるので、マーカーをつけておくと便利です。
鎖がねじれていないか確かめます。この2つ目のマーカーのところに細編みでつなぎます。この時こっちが鎖、長い糸、マーカー、手前から細編みをします。これでつながりました。次から普通の細編み、一つに一つの細編みをしていきます。このまま細編みを続けて、ここでまた鎖を編んでいきます。マーカーのところにも細編みをして、鎖、こっちと同じ数だけ鎖を編んで、ここに細編みでつなぎます。最初のところまで戻って引き抜いて、で次の細編み、次の細編みはこの手前まで、ここぐらいまで編んでいきます。2本目の鎖も編んできました。ここで引き抜いて次の細編み、今鎖の根元、足元を見ると細編みが一つ、もう一つの細編みは鎖が出ています。この鎖の出ている細編みの両脇から糸を出します。ここから糸を出して、ここからも糸を出して2つを1つにします。まずここ糸を出して、次はこれは1つ目の鎖、マーカーをつけています。ここに針を入れて糸を出してきます。今糸は3本、これを一度に引き抜いてカーブができました。で今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次からは一つずつ細編みをしていきます。一つに一つずつの細編みを編んで、全部細編みを編んで、ここまで編んでいきます。で反対側の鎖の付け根まで来ました。またここでも鎖の出ている細編みの両脇から糸を出します。まずここ最後の鎖、ここから糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜きます。まずこの最後の鎖、マーカーをつけています。次はここ3本を一度に引き抜いてカーブができました。この引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。
次からまた一つずつこのまま細編みを続けて、こちら側でも同じ鎖の出ている細編みの両脇、ここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。で、細編み、こちら側でも鎖の出ている細編みの両脇、ここから糸を出して引き抜きます。で、スタートしたところ、ここで引き抜いて次の細編み、ここまで細編みをしていきます。鎖の上に細編みを編んで引き抜いて、もう一周細編みをしてきました。ここでまたカーブを作ります。今足元を見ると細編みが一つ、ここに細編み、マーカーのところはスキップして次の細編み、細編み、スキップ、細編みと編んでいきます。細編み、スキップ、細編み、まずここ普通の細編み、ここはスキップして次、こんな感じになります。次からまた一つずつこれで反対側で編んでいきます。反対側でも同じマーカーのところをスキップします。細編み、スキップ、細編みと編んでいきます。次も同じマーカーのところをスキップして細編み、スキップ、細編み、次も同じぐるっと編んで最初のところまで編んでいきます。一周編んできました。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸端を残して最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み。その隣に針を入れます。端から1、2、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。引き締めて大きさを整えます。あとは裏でほどけないように隠します。これでストラップの外側が出来上がりました。最後にこのストラップの内側を細編みで一周します。そうすると見た目が整うのとしっかりとします。内側のここぐらいから始めていこうかと思います。新しい糸、鎖一つ、根元に細編み、
糸端は編みくるんでも大丈夫です。これが1つ目。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次は隣、この2本の糸の下、次はこの端、次はこの端、ここは角になっています。こことここで引き抜きます。まずここ、糸を出して、次はここ、ここが角になっているので、この1つ目の細編み、糸を出して、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から1つずつ、こんな感じで編んでいきます。で、ここまで1つに1つ、ここでまた2つを1つにします。ここまで編んでいきます。角まで来ました。またここでこことここを1つにします。まず角の手前の細編み、糸を出して、次はこの端、一度に引き抜きます。これでカーブができました。また1つずつ、まずこの上が2本になるように細編み、次はここ、次はここ、このまま1つに1つずつとずっと編んでいって、ここまで細編みをしていきます。内側を1周編んできました。さっきと同じように少し長めに糸を残して引き抜いて、で端から1、2、で最後の細編み、これを整えて裏で隠します。反対側も同じように内側を細編みします。糸端が出ていたら処理して出来上がりです。これで出来上がりました。とても可愛いバッグになりました。底は広めにしました。しっかりとしています。サイズを測りました。上から下まで33、横幅35、ストラップは48センチ、
使った糸は 290g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。